さんこんにちは、犬です。今回の内容を始めていく前にお知らせです。なんと犬のタレネームが完成しました。裏面もかっこいいですよね。実はチャンネルを始めて1ヶ月ちょっとの頃に見てくださっていた方から犬でいいのでタレネームつけてください、こういうお言葉をいただきまして、最近のコメントでもいただいてたんですけど、ずっとそうだなぁと思ってたんです。しばらくして視聴者の方の中から応援してくださるという、何かご用があったら言ってくださいと連絡をくださった防具屋さんの方がいて、そこでお願いすることになったんです。そしたらこんなかっこよく作ってくださって、この細い線とか細かい部分すごく大変だったと思うんですけど、わがままに応えてくださって大満足です。ご意見をくださった方、ご尽力いただいた防具屋さんのスタッフの方々、本当にありがとうございます。今では8500人を超える方にチャンネル登録をしていただいて、始めたばかりの頃を思い返すと、そこからは到底想像できないほどたくさんの方に見ていただけるようになってきました。始めてみると国内や海外からもたくさんの温かいコメントやグッドをいただけたり、韓国語の翻訳を手伝ってくださる方が現れたり、剣道具の協力をしてくださる方が現れたり、生きていくってなかなか大変だし、作業や生活は楽ではないですが、思わぬありがたいことが今の僕を支えてくれています。僕の動画を見てくださる全ての方々に感謝いたします。これからも頑張っていきますので見守ってください。今回の内容に入っていきましょう。今回も引き技実践編。さあ引き技上手くなっていきましょうね。皆さんこの言葉聞いたことないですか？僕は2000回ぐらい耳にしたことあるんですけど、九州の剣道は強い、九州の子はみんな引き技うまいよね、これですよ。で、大体話の続きはこうです。なんでなんだろうね。なんか特別な練習してんだろう、小さい頃から。そうだろうな。道場の教えがみんなそうなんだろうね。そりゃ上手くなるわ。そして九州の選手の試合の動画を見て、やっぱ九州の人は引き技うめえな、やば、天才だという僕はある時思ったんです。自分も含めていいと分かっていて、なぜ同じように打てるようにしようとしないんだろう。つい言いたくなりますよね、天才って。感動と称賛の気持ちを込めてね。でも天才と言って自分にはできない世界のことと思ってしまうのももったいないですよね。実力のある選手とお話をさせていただいた時にいつも思うことがあります。めちゃくちゃ努力してるなとか、そんなことまで考えてるんだとか、一方でやっぱそうだよなと思うところも多くあります。初めて知ることは勉強になったでいいと思うんですけど、やっぱりそうだよなって時は分かっているのにやってない時だから、ああダメだったなって思います。つまりみんな考えて鍛えてできるようになっているっていうことなんですよね。天才という言葉が失礼かもしれないと思うほど、それを分かっていても天才と言って片付けてしまいたくなるような人もいますよね。でも今回引き技について、僕は天才ではないですが、僕の持っているものをできるだけ共有して、皆さんが素晴らしいと思う選手に近づけたり超えたりしてほしいなと思います。今回の目次はこちら。まずはこの謎。九州の人はなぜ引き技が上手なのか。この謎って言っても僕の周辺だけで、そんな話耳にしたことないっていう方いたら申し訳ありません。軽い気持ちで聞いてください。そしてこれを見てくださっている九州の方、僕はリスペクトの気持ちでお話しさせていただいておりますが、九州と勝手に語られて不快な思いをされたら申し訳ありません。先日九州にあるとある名門校出身の後輩と話す機会がありました。そこで教えてもらった今回のテーマに関する面白い話の一部分を紹介させていただきたいと思います。まず引き技という意識が薄いって感じですよね。
でも話を聞いていけば納得です。常に1本を取るチャンスがあればどこからでも狙っているということだそうです。この間合いでも、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 いつでも打てる準備ができていて、それが標準。なんかつながってきませんか？チャンスと思ったその時がつばぜり合いのような近い間合いだった場合、結果として引き技を選択している。こんな感じ。だから引き技を特別鍛えようとかじゃなくて、一瞬も気を抜くことなく、どの場面からでもチャンスと気づける嗅覚と反応できる体を鍛えていたから、引き技という特別なもののような感覚は持っていなかったと、そういうことでした。考えてみれば、どこからでも狙うっていうのは自分もそうしていたなと、答え合わせができた気分でした。どちらがいい悪いというわけではなく、参考になる考え方だなと思いましたね。それにしてもアグレッシブで野生味がありますよね。ハンター、プロ、面白いですね。今日はいよいよ実践編、前回までのその1編、基礎編の内容を踏まえて実践的なテクニックと考え方をご紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。試合が始まったら、まず打つのは引き面。だいたい初めての人と試合することになると思います。相手がどんな相手か探る、情報を集めるために、まずは引き面で様子を見ましょう。見る点。1、つばぜり合いに入るとき、引き技を狙っているか狙っていないか。2、引き面を打つとき、避け方、止まっている、表、裏、前に間合いを詰めてくる、後ろに間合いを切ってくる。3、打った後、追ってくるか追ってこないか。なぜ引き面からかというと、事故のような打たれ方を防ぐためです。まだ相手がどういう相手かわからない状態でつばぜり合いからとりあえずで引き胴や引き小手を打つと、こうなることがあります。引き面を合わされる、追ってきて打たれる、引き面であればこの辺のリスクは低く、情報を集めることができます。1、つばぜり合いに入るとき、引き技を狙っているか狙っていないか。雰囲気だけ感じ取れればいいです。本当のところどうかなんて相手にしかわからないことです。でも何も考えずに行くのではなく、感じ取ろうとしてみてください。でもちょっと例を出して具体的に説明してみます。すべてに当てはまるわけではないことも頭に置いて聞いてください。狙っていそうなタイプ、ガチガチ。これは反射的に打ってくる場合があります。こちらの動きに合わせて。動いた瞬間、とにかく打ってくるタイプがいますので注意しましょう。引き技の出鼻、起こり鼻を狙っているタイプですね。柔らかい。三角を保ちつつ強く押し込んでくるわけでもなく、でも少し力をかけて柔らかくしなやかな感じ。これはできます。気をつけましょう。狙っていなそうなタイプ、穏やか系。つばぜり合いに入り何もせず別れるを繰り返す。ここで一旦休憩しているような相手ですね。慣れてきたり自分が打てるようになってくると大体つかめてくるので、とにかく関心を持って積極的に仕掛けてみる経験を積むことが第一歩です。理論だけで一度も失敗しない道を進むなんて無理です。予想と違ってもいいし、相手の作戦にはまってもいい、打たれてもいい。まずは感じ取ろうとしてみる。これで OK です。狙っていそうであれば、こちらが打つことだけでなく打ってくることも頭に置いておきましょう。
狙っていなそうであれば自分だけ打ち放題の場所です。ガンガン狙いましょう。相手の実力を測るにはちょっとだけ刺激を与えてみるのも有効です。打つふりをしたり横から崩してみたり、何もしないその場で避ける、これは大チャンスです。反応して間合いを潰してくる、これは結構できるタイプです。判別してみましょう。2、引き面を打つとき、避け方、止まっている、表、裏、間合いを前に潰してくる、間合いを後ろに切って避けてくる。次のステップです。安全を保ちつつさらに情報を集めましょう。ここでは1本にならなくても大丈夫。相手の避け方を確認しましょう。止まっている相手、初心者の方に多いですが、これは大チャンスです。引き技を打てない人、練習しない人、知識を得ようとしない人はこういう相手を取りこぼしてしまうんですよね。もったいないです。自分が引き技の基礎をマスターしていれば試合時間の中でかなりの高確率で引き技が取れます。狙いましょう。表を受ける相手には次のつばぜり合いからこれとこれとこれが狙えます。裏を受ける相手には次のつばぜり合いからこれとこれが狙えます。間合いを詰めながら避ける相手にはそう来るんだと覚えておきましょう。後半で紹介するような方法を使ってみてください。下がって避ける相手には次は深めに狙ってみましょう。振りかぶるとこういう角度からもねじ込めます。普通の人が諦めそうなところも気を抜かず、どうしたら打てるか考えて試し続けるとだんだん打てるようになっていきます。他の部分も上手くなっていきます。このように残りの試合時間で狙える場所を先にインプットします。これだけで次に狙うべき場所、相手の弱点の情報が分かり、相手よりかなり有利になることがお分かりいただけるでしょうか。試合の主導権を握りたければ、できれば相手より先に仕掛けてこの情報を得られるといいですよね。最初のつばぜり合いからこういうことを考えて入るんですよ。僕の動画を見てくれていない人の方が圧倒的に多いので、相手よりリードできる部分があるはずです。まだいきます。打った後追ってくるか追ってこないか。追ってこない場合、さっき覚えておいた相手の形から打てる場所を積極的に狙っていって大丈夫です。追ってくる場合、追ってきたところに応じ技を打ちましょうではありません。打てりゃ打った方がいいですけど、確実に勝ちに行くために序盤は焦らず情報を集めるということも試しましょう。すぐ追うという反応ができる相手は引き技を打たせてから狙ってくる可能性が高いです。そういう相手に単純にさっきの形を当てはめて打ってしまうとこうなります。じゃあ引き面しかないのか。違います。この相手には追いかけられないようにしてから打つ必要があります。だから崩し方を覚える必要があるんです。追いかけられない崩し方、引き技で1本取るための崩し方、いろんな崩し方を見ていきましょう。崩し方1、打ちたい場所の逆を攻める。下を打ちたければ上を攻める、上を意識させる。左側を打ちたければ右側を攻める、意識させるといった感じです。例として4つの技を見ていきましょう。この
首を刈るような崩し方のポイントを紹介します。自分から見て右から左に崩します。やることは4つです。相手の首に竹刀をつける。この時ガンってやらないこと。これはダメ。痛いし失礼です。目的は痛めつけることじゃないですからね。相手の左側に右足を持っていき回り込む。単に右に行くと相手から体が離れてしまって力が入りません。腕を半分ぐらい前に伸ばす。腕の力で横にやろうとするんではなくて、体重をかけて相手を崩すので、腕の伸ばす範囲は半分ぐらいで大丈夫です。その代わり力はしっかり入れましょう。腰を左に回す。瞬間的にひねりすぎても力が逃げてしまいます。これを一瞬で同時に行います。力を一瞬に凝縮させるイメージです。崩した時に自分まで崩れてしまうと次の技につなげられないので気をつけましょう。崩し方2、不安定なところを狙う。より大きく崩すための方法です。攻めの動画を見ていただいた方にはイメージしやすいかもしれません。この動画から僕の動画を見つけてくださった方はチャンネル登録ボタンを押して、今後見逃すことがないようにしてから攻めの動画も見に行ってみてください。ポイントは相手に動いてもらうことです。わかりやすく説明してみます。つばぜり合いをしっかり組んでいる状態は相手にとって一番いい状態です。準備万端。ここを崩しに行っても上手い人は対応してしまいますし、自分より体の大きな相手やパワーのある相手はびくともしないかもしれません。これを少しでも不安定にしてから崩す、もしくは打つんです。いや、不安定になってもらったところを崩すんです。いくつか例を紹介します。2段階の攻め。引いて打つ振りを見せる。相手は前に出て避けようとする。右体さばき、引き面。準備万端の相手を横から崩すより、相手が前に来るように誘導して出ようとしている相手を崩す方が効果が大きいです。急に状況が変わるととっさに面を避けようとする相手は多いから、そこを見越して裏面や胴を狙うのもありです。この場合3段階の攻めになりますね。押す、打たない、あれとか、打ってこなかったっていうほっとした瞬間、もう一度押す、引き胴。さっきも言ったようにとっさに面を避ける相手は多いです。初心者の方はつばぜり合いから崩して打つという概念を理解するために、まず簡単なこの押して引き面から教わる人は多いと思います。つばぜり合いの基本になれるとか引き技になれるという動きの練習にはなると思います。ただ試合など相手との駆け引きという面で考えると、やはり反射的に
押した時に避けられてしまうことが多くなると思うので、僕はその避けた先を想定して練習してみるとまた面白いんじゃないかなと思います。つばぜり合いに入ったらすぐ仕掛ける。今度の狙いは相手の準備が整う前に仕掛けることです。流れのまま相手と同じスピード感で打ってしまうとメリハリがなく一本に見えづらい気がします。つばぜり合いには入る。一瞬流れが止まった、打たない雰囲気を出せたらすぐ仕掛ける。相手の頭の中がさあどうしようかな、一旦休憩、前を切ったら次こうしよう、無。こんなところに仕掛けられたらいいなと思います。こんなイメージです。つばぜり合いに入る直前に仕掛ける。次の狙いは相手に勘違いをさせて仕掛けることです。このようにつばぜり合いに入る瞬間って何度も何度もありますよね。この時に相手の頭の中はつばぜり合いに入ることに何も疑ってない状態でも、自分はつばぜり合いに入る雰囲気を出しつつその前を打つことを考えている状態です。さらに言うと、相手が拳をこちらの拳に合わせに来たところを狙うというイメージです。さらにイメージを深めるとこういうことです。これは慌ててしまいますよね。使ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。こういう場面をずーっと狙っているから自動的に相手のことをよーく観察するようになって、そりゃ取れる場面増えますよね。引き技以外もそりゃ気抜いた人から脱落ですよね。引き技のその1編、基礎編、攻めの前編後編、間合い、僕がこれまでに出した動画たちとのつながりを感じていただけたら嬉しいのですが、他にも盛り込みたい内容はあったのですが長くなりすぎてしまいそうなので、今回はこの辺にしました。今回のような考え方をベースに動画にはなかった技を編み出してみても面白いですよ。ここまで見てくださった方の中で少し内容が難しいなと感じた方、大丈夫です。僕は引き技がとっても苦手でした。手と足合わないし、当たってもなかなか一本にならないし、打った後ピンチになるし、でも打って打ちまくっているうちにこんなことを考えるようになって、引き技が自分の頼れる武器と思えるようにまでなったので、僕の動画でも他の方の動画でも何度も見て勉強して、とにかくたくさん打つことです。それができるかできないかだけなんです。特別な人にしかできなくてあなたにはできないなんてことはないんです。今のあなたと動画見まくってポイント意識して1万本打った後のあなた、どっちが上手だと思いますか？答え明らかですよね。1万1本目から急に変わるわけじゃありません。1000本打つ頃にはもうとっくに進化してます。100本打つ頃にはだいぶ変わっています。10本打つ頃には今とはもう違う感覚を手に入れています。そうやって過ごしたらいつの間にか得意になって周りから聞かれるんです。どうやって打ってんの？って。せっかく剣道を選んで今頑張ってるんだから楽しみ尽くしましょうよ。なんとしてでもリードを守りきろうと思ってくっついてくる相手はいますよね。慌てないで必ず取り返せると自分を信じてしっかり場面を作りましょう。チャンスが作れれば
打てる技術があれば、1秒あれば1本取るには十分時間が足りますからね。一生懸命手を尽くしてそれでもダメだった、それはもう相手が上だった。悔しいけど相手も努力してきたんだろうな。素晴らしい、今回は参った、また頑張ろう、これでいいんです。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは